松浦さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんですか？今日はですね、ガーデンデンドロビウムの株分けをお伝えしたいと思います。はい、でちょうど今日4月1日になりましたんで、株分け時期に入りました。で今からがちょうどいい時期になりますんで、ちょうど大株がありますんで、それを半分に割って板付けをしたいと思いますんで、はい、そこ辺のやり方を説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。この株を割ってから半分に割ってから板につけたいと思います。でですね、ちょうどこの新芽が出てき始めたんですよ。これが成長する前にやるのがちょうどいいということですので、今がちょうどチャンスで、この新芽をですね潰さないようにきれいに切ってからそれから板につけたいと思いますので、これはですね、板付けしてこういう形で板付けしていたんですけど、それを剥がしました。剥がしてからですね、株分けもう花芽もですねついているんですけど、これの仕上がりはもう来年にしようかなと思いまして、花は、とりあえず咲きますけれども、今回は株分けしてしっかり株を作って1年かけてまた製品を作るというような形でいきたいと思います。これも親株の一つですんで、もう一回花もチェックしながらという形になると思います。はい、じゃあですね、これを切っていきますね。ここに葉芽がですね1、2、3、4つあります。はい、でこちらに花芽が1つ、あとこちらの方からも出てくると思うんですけれども、ここにちょうど境目があるんですよね。境目ちょっと分かりづらいかもしれんけど、そこら辺を選んでハサミを入れていきたいと思います。はい、もう大胆にやらないとこれをですねなかなか進まないんで、思い切ってやります。いや毎回思うんですけど、根切って大丈夫なんですか？根を切るじゃないですか。はい、これ大丈夫ですか？大丈夫なんです。一回外国の映像見ましたよね。見ましたね。丸もついてましたよね。はい、全然大丈夫でした。実験もしておりますので、はい、結構根を切って結局板につく根はですね、新しい根じゃないとつかないんですよ。古い根はつかない。でこの葉芽が大きくなったらそうダメージが結構あると思うんですよね。ですから葉芽が小さいうちにやるといいよということですんで、早めにこうされた方がいいかなと思います。この辺の割れ目を狙っています。こういう感じ、下はだいたい割れてきました。極力バルブは切らないように気をつけながら切ります。うまく切れました。こんな感じですね。こういうやつをここの割れ目を狙ってハサミを入れて、こういう形で切れたという形ですね。で、これはですね、多分3年前ぐらいにつけたやつなんですよね。でそれでしっかり裏間の備長炭を入れておりました。はい、これの効果はどうなるかわからないけど、結構きれいに育ったんで、ある程度殺菌効果とかそういうのもあるんじゃないかと思うんですよね。で今回はある程度ですね、こう根を広げて、でまだ花芽を持っているんで、思いっきり根っこは切りません。今回はですね、思いっきり切らずに、この根っこの力である程度花芽もこう咲く力を与えたいと思っております。でこういう感じで平らにしていきます。
羽目をですね傷つけないように気をつけながらこうやることが大事になりますんで、はい、触ってしまうとちょっと折れる場合がありますんで気をつけてください。でこれもですね、はい、じゃあ一つずつやっていきましょうか。で板はこういう形で用意しておきました。でこれにですねこれをピタッとつけていきます。今回は生ごけを巻かずにこのままにでつけます。はい、この作業はですねちょうど今の時期がちょうどいいんですよ。で、今から根っこがどんどん張ってくる4月になってくる4月5月に なりますんで、ちょうど4月1日今日は4月1日ですんでちょうどいい時期、半分に割ってもそんな痛みもしないしこれから根が張っていくよという状態になります。それと花芽もしっかりついているからあんまりこう小さく切りすぎると花芽の成長にちょっと影響が出るかなと思いますのであんまり下は切らずに残しておきます。アルミ線をこれぐらいに切ってですね、アルミ線で留めていきますんで、アルミ線も 1.5 ミリのやつを使います。はい、1.5 ミリ、1.2 ミリはですねちょっと切れやすいんで 1.5 ミリを使ってちょっと丈夫にくっつけたいと思います。4箇所板に4箇所穴を開けているんでちょっと4つの方向にアルミ線を出してこれでこんな感じでアルミ線を出します。で正面はこんな感じで、アルミ線ある程度目立ってもですね1年後には根がしっかりついた時はこれを切ればいいですからね。こういう感じで綺麗に穴が通りましたので正面はこんな感じでこれをですね結んで締め込んでいきます。こういう感じで一回絞ってでこれで締めていきます。これで引っ張って押し込む。でこれで動きません。でくるくる回して締め込んでいきます。引っ張って回して引っ張って回して押し込む。最後は押し込む。でこれでもう完全にこう動きませんのでこれでだいたい1センチぐらいを残してカットします。1センチぐらいを残してカットします。カットしてこれを
折り込んでいきます。怪我しないように折り込んでいきます。で全然触っても大丈夫ですからね。これで一つ板付けが終了という形ですよね。こんな感じ。花芽もしっかりこう乗っているんで、この辺ですね。これがある程度苔を残したことによってこれもきれいに咲いてくれると思います。これがガーデンデンドロビウム、とりあえず親木で残していたやつの株分けということになります。ですから、ですね、花もこう一回確認しまして、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、こんな感じですね。でこれがですね大体、どんな感じになるかっていうのがですね、去年植えたやつがちょっとありますんでお見せしていきたいと思います。これがガーデンデンドロビウム去年植え替えしたやつですね。はい、こんな感じになっております。これも半分に切ったやつですんで粘りが相当良くなっておりますね。こういう感じで根が張っております。おー、これ松田さん前も聞いたんですけど、はい、板にこう根が張っていくとで株が大きくなるんですよね。基本的にそうですよね。と株が大きくなるってことは、はい、バルブがたくさん出て、はい、たくさん花が咲くと。基本的にそうですよね。はい、まあ一応それを目指しているんで
大株にして、ボリュームを出して、毎年付加価値が上がるような作り方をしたいなと思って今育てているところで、株がどんどん大きくなるのも一つですけど、根の動きも一つ面白いということもありますし、で将来的に大きくなったら今日やったような株分けをしてまた2つに増やして、お友達にあげるとかそういう形もできるんで、いろんな方法が取れると思います。一応それの基本を今ちょっとやっておりますんで、大株になれば大株になって、またその使い方があると思いますんで、ぜひクルカラ村のチャンネルを見ながら、どうした方がいいのかなと思う、自分で考えてもらってですね、応用してもらうといいかなと思っております。基本的にこれはですねガーデンデンドロビウムといって、普通はですね外の木にくっつけられるように改良されたデンドロビウムと言われておりますんで、それをですね今から増やして、できるだけ、私は宮崎なんで宮崎のいろんな場所にくっつける活動もこれからも継続していって、ゆくゆくはですねこんな板付けにして移動ができるようにして、都会のベランダで皆さんが楽しめるような形の商品をですねどんどん作っていきたいなと思っているところです。目標はですね。それでもですね、一応気をつけないちゃいけないことが去年から今年にかけてありました。この株も去年は12月中旬までは外に出しておりました。で、マイナス4、5度まで耐えられると言われていますけれども、宮崎むちゃ去年全国的に寒かったんですけれども、マイナス4、5度になりまして3回ぐらい凍ってしまいました。やっぱりですね、マイナス4、5度まで耐えられると言っても、この株ごとガチガチに凍らせたらある程度ダメージがありました。そこへはちょっと気をつけなくちゃいけないかなと思います。やはりガーデンデンドロビウム寒さに強いと言われていても凍らしてしまったらちょっとまずいみたいですので、皆さんそこはちょっと気をつけてください。まず都会のベランダで、この株ごとガチガチ凍ることはないとは思いますけれども、一応ですね特に寒い日には冬の寒い日には家の中で管理してやった方がいいと思いますので、そこへもですね、これから情報を出しながらお伝えしていきたいと思っております。でもガチガチに3回凍ったんですけれども、花芽はある程度残ってくれてですね、株自体もダメージはあったけど残ってくれていると思います。今年また新芽が出て新しいバルブができてですねきれいになってくれると思いますので、そこら辺は管理していきたいなと思っております。様子を見ながらですね。でもちょっと弱い種類もあって約何%かはちょっと株ごとやられてしまったようなのもありますんで、そこら辺は花の色によって強いの弱いのっていうのが差がちょっと出てしまうところもあるかなと思います。でもある程度うちで鍛えておりますんで、鍛えたやつをちょっと皆さんのところに将来的には紹介していきたいと思っております。でも最終的にはベランダでガチガチに凍らせない方がいいということ情報だけはまず今お伝えしておきたいなと思っております。加温あんまりしてなかったら今つぼみはこんなもんです。まだこれより小さいところもありますんで、それが普通ですんで、だいたい4月から5月にかけて花が咲いてくれるというのがガーデンデンドロビウムの本質じゃないかなと思っております。春になってここから新しい新芽がですねニョキニョキ出てくるのを今期待しております。そういうところで、今もですね乾いたら水やるという方法で今管理しております。でこの肥料もつけまして、水やった時に染み出すように今しております。で今年はですねちょっと液体肥料もですね、2000倍から3000倍に薄めてちょっとやってやろうかなと思っているところです。固形肥料と液体肥料を併用してやってですねちょっと株の成長具合をちょっと確認しながら育てていきたいなと思っているところです。
もう4月になったんで、もう肥料をあげてください。いろいろ買っていただいた方にも肥料をつけた方はですね、もうやってもらって全然大丈夫ですんで、水やった時にこう染み込むという形になります。はい、それともし家にハイポネックスとかがあれば、それも併用してちょっと薄め、2000倍ぐらいのやつをこうやってやるといいかなと思っております。はい、今回はガーデンデンドロビウムの株分けを紹介いたしました。はい、これからも来るからみんなチェックしてみてください。どうもありがとうございます。ありがとうございました。